はいはい、木村君のところに来ました。今年も年に1回の弟子のところに来ました。いいメロンになってる。そしてこの色、もうそろそろ収穫時期です。で虫も出てないし、うどんこもいない。なんだったら僕のところより病気が少ない。いい感じにできてるので、ちょっとメロンを見てみましょう。で、こっちとこっちでちょっと若干品種が違うんだよね、ちょっとこっちが固めのやつでいって、でこっちがどっちかって言ったら品種的には柔らかい感じでいってて、でもね、すげえでかくていいメロンになってる。ほら、まず見てね、この結果子、木もしっかりできて、結果子も太くて、じゃーんとじゃーん、でかいよ。2キロ超えてるよ。この動画の概要欄で彼のインスタグラムのところの URL 貼っとくので、そちらで八千代の木村農園、もうメロンだとここいら地域ではライバルもいないし、一番うまくできるような人間になってるから、いい感じだと思います。そしてでかいメロン、これがもうこういう出荷間近だからさ、この動画早く出さなきゃいけないよね。明日出す今日金曜日だから土曜日に出すので、そこでダイレクトメールかなんかでインスタにお問い合わせすれば売ってもらえるでしょ。対応させてもうどんどんもげていくから。そしてね、あんしろでかいし、病気もいなくて、で仕上がってきてる。木が仕上がってきてる。ちょっと来て思ったのは、水が意外とそこそこ効いてんのに色の汗が早いから、ちょっと窒素切らすのが早いかなっても思ってんだけど、ここのところ一気に温度が上がってきたのもあるかもしれないね。でここ暑いもんね。フッツから比べるとすげえ暑い。換気扇ガンガン回ってくる感じで、意外と入ってられるけど、でも暑いね。でかくなるのがわかるわ。素晴らしいよ。ほら、今メロンの時期だからね、このでかさで品種が若干違うんだけど、こっちもでかいで、しっかりちゃんとにさ緩んでんのよ。お前緩んでて、まあ品種的なあれがあるんだけど、ちょっとネットはお前さ、結構玉吹きとかするタイプじゃん。玉吹きしてない？まあ軽く1回、その割にネットがちょっとぺっとりしてる感じなんだよね。プクプクって持ってくる感じじゃなくて、こんぐらいいいよね。いい感じだね。あ、そうだ。で、あれだ。ここらから紙をかけると白く上がって、市場評価とかがすごく良くなるんだろうけど、なるからあれなんだけど、僕はあんまり紙かけないタイプでもともとやってるんだけど、こっちは紙かけないタイプで試してるそうです。ただ肌はやっぱりこの玉肌はちょっとさ青く日焼けしてくるけどさ、ネットのプリントした森はこっちの方がいい気がするね。やっぱりほら、これも見てみな。さっきのやつと比べるとプリントしてきてる。これ全部ただ市場出荷とかだとやっぱり白い方が今評価されるね。ただほぼ全部自分で売っちゃうの。まあそうですね。ちょっと自分で売るんだったら
序盤硬かったんだね。一生懸命緩んだ感じ、緩ました感じが見えるぞ。そう。あ、向こうの部屋が逆に緩んで。あ、緩んで、うん。ここは一生懸命緩ました、あれが見えるよ、ほら。硬かったんだよ、序盤。うちのやつのコメントでもあったんだけどさ、多分序盤がすげえキンキンで一生懸命緩ましたんだろうね。そうです。で、ほら、もう今触ったら見えちゃったけど、ほら。もうこれはダメだな。もがないとやべえな。あ、ほら、もうちょっと来てます。来てますね。でもね、うまいよ、こういうのは。製品率は一気に下がる。ほら、連続で今のところ3ついってるから。しょうがないですね。その序盤の緩ませる努力が分かるよ。で、しっかりその後緩んだやつはなんとかこうやって耐えられるけど、間に合わなかったやつは割れちゃうんだよな。これなんかいいじゃん。サイズ的にもいいしさ、ほら、至近距離で撮ってあげて。うん、いいメロンになってる。いいメロンになってるよ。毎年うまくなってくんな。よかったな。いいぞ。花が開いてます。ラフレシアです、これは。こうなっちゃうね。でもまたこれをあれして来年もうちょっと。でもやっぱり寒い天気、春先の天気やばかったからね。そうですね。まあお金がかかってますね。そうだな、暖房と環境を良くするために、でさ、スリップスもいないし、粉じらみもいないし、うち今うどん粉やべえから、うどん粉なんかがやべえんだよ。多分。でも地域的なもん、こっちはそんなでもないのかもしれない。でもすごいですよ、粉じらみとか。粉じらみ、逆に粉じらみがそんなでもないの、うちの方が。いや、僕んちで周りもね、そんなにまだよその補助を見に行ってもそんなにチラチラしてる粉じらみとかは、その代わりみんなうどん粉が出てる。うどん粉大事で、もう木も上がってきてるし、割れてきてるから、どんどん。そうですね。せっかくだからさ、ちょっと割れてるやつさ、1個切ってみようぜ。まあこっちの品種はまだそんな割れてないから、でかいだけで お尻の収まりも悪くないから、こっち系のちょっと早いやつをこれからあれしましょう。で、これも自分で種作ってるしね、ちょっといろんな工夫をしながら自分でやっぱり作った種でやってるから、やっぱりよそにはない品種でやってる。面白いね。で、3品種はね、30メートルで。30メートルです。30メーター、ちょっと後ろまで。で、30メーター4列で、ここが8列分があって、で、ここ2列分がその A っていう品種で、B っていう品種。一番向こうは。一番奥が、C っていう品種。いろいろ試すもんな。だって特にまだ3年目の人間だったらいろんなもんを試してって自分に。意外と6年です。違うメロン。メロンもだから5年。これが5回目です。5回目だって秋も入れてるし。だから今年は年数で言ったら3年で、年2作とかあるからね、年2作とかいろんなものを試しながらやっていく。ほら見てみな大きい。でも大きいからいいやつじゃねえからな。 1.5 ぐらいでやっぱり行きたいから。ただおこいらは都会だから、千葉県の八千代市ってとこなんでお客さんいっぱいいるから、これぐらいのメロンがアホみたいに売れるんで、
大きいメロン取りましたっつったらわーって買いに来てくれる。ありがてえ。やっぱね並んでると大きいのからわあ、だろうな。お客さんは持ってくるんでここにも大きいメロンがありますけど。ネットないですネット、プリンスメロン。じゃあ1個試食させてもらいます。とりあえずここはここまで。はい、それでは切ってきてもらいました。ちょい割れで、せっかくなのでこのでかいメロン僕の頭ぐらいやります。測ってみよう。もう待って、ゼロにもうゼロなんでゼロにしてでけえぞ。ほら 2.2441 2.4 キロ。この間さ僕がさ2キロ超えの大きいメロンみたいなやつやってたんだけど、それより大きいかもしれないまあでもね、大きいメロンができれば嬉しいからね。でも化粧箱入んないでしょ。入んないです、ね、それ用の箱とかあんの？いやもうその化粧箱いらないお客さん結構いるんでその人たちじゃあもうあれだね、さっきも言ったけどインスタとかあれしてっからダイレクトメールで来たらそれなりの対応がしてもらえるってことだな。そうですね。はい、じゃあお願いします。オープンしてもらいましょう。ちゃいな。こっちからこれで50 後輩後何日になる？これでどうぞ。51日ですね。51日。なんて言ったらもう2、3日は取って、はい、まだしっかりしてるね。かなり硬いですね。もう全然しっかりしてる。ティッシュとかある？じゃあせっかくだからどうします？先ここ貯金しますか？大体のでも51日なりのまあ14からね。14ちょっと見れるかな。ちょっと入る？じゃあお前ちょっとやってみてくれよ。いやーなんかこうかな。いけるでしょ。でその間にじゃあちょっと切り分けてみましょう。まだでもさほら確かにさ割れてんだけどちょっと早いよね。早いですね。味見るんだったらもうちょっと耐えたいけどね。まあいいや。じゃあそしたら字幕かなんかで入れときます。ありがとうでほら見て、まださこの種のところのさ種バラでもあと23日例えば3日で言うとすごくいい状態で考えると3日すれば下手したら2度近く違うかもしれないしな。ただ本当に切った感じまだ若いもんね。若いけど割れちゃってっから切らないといけないですよね。割れたらさ割れた時点でもう価値なくなっちゃうからね。価値っていうかなくなりはしないけどさ価値が半分になっちゃうじゃん。ジェラートに行きますね。ただちょっと肥やし抜けは良かったんだけどちょっとあれが窒素効いてんな肉が。ほらじゃあ俺今もいでるやつ送るわ。わからない、本当にわからないけど最後はちゃんと抜けてきてあそこまで仕上がってきてるから序盤の時に効いてんのかな。ちょっといただきます。でも綺麗よ。滑らかだけど繊維がちょっとある。うまいよ。うまい。
後味からの甘さがちょっとまだ来ない。もうちょっとだな。これ大変だね。ほらもうちょっと持たしといて、割れますからね。今51日でしょ。51日。これ51日だから55日ぐらいまで生きてるけど、55日までもあったらこの割れがどれぐらいまで他が来るか。あれだな、ケツを見ながらこれ大丈夫とか。それね、それは毎日ここからやりますね。えらいやるしかねえ。それは毎年、それはやってますけど、お尻の収まりでね、やっぱりちょっと違ったりもするからね。でこれは逆に収まりすぎてるのかもしれない。おけつがちょっと小さいというか、さ、分かる。今日も見ててさ、さっきも言ったけどさ、序盤の硬さを取るためにすっげえ苦労した感じが分かるよ。寒かったしね、その時期が緩ませるとか。であの時も電話する時にカチンカチンだとやべえぞっつって一生懸命緩ましたんだもんね。その後に多分だからそこからもう一気に陽気とともに充実してきて、今最後的に最後の充実ってなった時に割れちゃったんだね。もったいねえけど、まあそれも経験だし、だって面がこれだけできるようになったし、あれだけ虫も教え子の中で多分じゃないけど一番優秀に繊細に作ってるというか、細かくやって作ってるから偉い。まだ不良みたいな子たちはいくらでもいるからさ、お前のところに虫が出てんぞっつってさ言ったりする人間もいる割に、うちより病気は綺麗です。虫はあれだけど、虫はうちもいないよ。菌が今僕うどん粉と戦争してるからさ、品種的に春系みたいなイメージで作ってる。いやでも今春系だ。春系かの収穫、早きゃ夏か。そうですね、だから春なんだろうね。でもいいね。でもう明日この動画出すからインスタにダイレクトメールかなんかを送れば売ってもらえるんだよね。で今日が6月20日で51日だから6月24日とか25日ぐらいから向こうかなみたいな感じで。そう、一応25から直売所をやりますって、アナウンスしてますね。ちょっと割れとかももう売らざるを得ないな。だって自分じゃ食い切れねえじゃん。いや、そのジェラートに多分。そっか、加工品やってるもんな。そっちに混ぜっか。ただあんな開いてんのはもうダメ。いやそれはダメ。でもこの程度のあれだったらね、全然いっちゃいます。で2キロでさ1000円とかってもう最高だよね。1000円にまあ2000円は取りすぎだけど1500円か。でも2キロあるからな、今メロンの時期だし。そうっすね。でそんなことばっかり言ってると割れたメロンくださいばっかり言われても困るからね。だからこれ作ってねえもんな。割れたメロンは店頭に並ばないので。そっか、僕たちこれ作ってないからね。そうっすね。ちゃんとしたメロンを作ってんのにこうなっちゃうから、これを作ってないからこれだけ目当てで来られるのも困るからな。そうですね。いやずっとうちも長いさ間ずっと30年っていうか、お父さんの代から比べればすれば50年やってるんだけどさ、これだけ目当てに来られる人もたまにはいるんだけど、もう最近は言うようになった。そればっかり作ってるわけじゃないから、タイミング的にないもんはないしって分かるよ。だって自分家で食べるんだからさ、割れててもいいからね。ただ製品を作っててね、まだまだこれからこの
製品と言われるちゃんとしたものを全部作ろうと思ってるからあれだな。そしたらジェラートだな。ジェラートかもしくは関係のあるどっかのところのケーキの上に乗っかったりとか、そういうことでしょ。そうですね。ここいら消費者いっぱいいるからさ。でもこれだけのメロン作ってもらえて最高ですよ。頑張ってもらって。今日今みんなで寿司食いながらハイボールも飲んできたのでちょっと決まりかけてるので下の舐める具合もちょっといいからさでも1年に1回木村農園に来るのは楽しいね。また来年になっちゃうかまた近くに来たら寄りますんで、で秋っていうか今作は3部屋あるんだっけ。春っていうかここから夏にかけて2部屋、25日からもげる予定と、その次が7月の3日。でそこからミニトマトとかやりながら秋の11月から12月に植えて12月に植える、で3月取る。3月折りね。感じですね。その一番温度必要な時だけどね。でも春先の荷が薄いっていうか、時にやれば全然お金になるからな。今年はねちょっと跳ねなかったですけどね。跳ねなかったけどそれでも悪くないじゃん別に。もうちょっと欲しいよ。そうですね。米じゃねえけどさ、高くなら高くなる方がいいんだけどさ、寒かった。確かに燃料費もかかったしな、大変だったっけ。でも初の冬を一回過ごして、分かったんで、装備的に、技術だけじゃないもんね。装備的なものもないと冬のメロンっていうか、年内から来年にかけてのメロンできないからね。設備投資大変でしたね。すごいですね。これからこれで取り返していかないと。これから取り返さない。じゃあそんな感じで、八千代の木村農園さんは僕の弟子来ました。いいメロンに春のメロンになってた。で6月の今日は20日21日に出すんで、お問い合わせが来たら一生懸命売ってみてください。じゃあそれではグーでいきましょう。はい、せーの。